子です。自分でネイルをするときにスタンピングプレートがあると難しいデザインを簡単に爪の上で楽しむことができます。私は普段こういったプレートを使用しています。またデザインを転写するときに私は普段こういう専用のポリッシュを使いますが、今持っているジェルでできたらもっと便利かと思い、今回どのメーカーが使いやすいのか試してみたいと思います。では早速ご覧ください。私が普段ジェルでスタンピングネイルをするときに使用しているのはシャイニージェルです。シャイニージェルはメーカーの方からスタンピングネイルに向いているジェルですと以前教えていただいたので、問題なく綺麗にデザインが転写できています。ペトロの黒を試してみます。他のメーカーのジェルは今回使ってみて、私がまだ慣れていないせいもあるかもしれませんが、ペトロのジェルはスタンパーに拾った時点でデザインを全部拾いきれませんでした。同じデザインをシャイニージェルでやってみた時と比べると分かりやすいと思います。ペトロのジェルもアート用やライナー用などの粘度の高いジェルでやったら綺麗にできるかもしれません。次に色ジェルの黒はプレートに塗っている時からちょっと薄めだなと思っていましたが、やはり仕上がりがグレーのような透ける黒になってしまいました。はっきりとデザインを転写したい時には向かないと思います。グレースジェルは黒を持っていないのでネイビーでやってみました。ペトロと同じように若干弾いてしまっています。このジェルももう少し粘度の高い種類があればもしかしたらできるかもしれません。
最後にプリジェルのライナージェル、ビターチョコを使ってみました。スタンパーにデザインは綺麗に拾えたのですが、スタンパーからチップにデザインを転写するのが難しいです。スタンパーにジェルがたくさん残ってしまい、チップの上に転写できたのは少し薄めのぼんやりしたデザインになってしまいました。こちらはあまりスタンピングには向かないかもしれません。私は普段専用のポリッシュを使ってデザインを転写しています。ジェルで転写することはほとんどないので慣れていないこともありますが、自分が持っているメーカーをいくつか試してみた結果、シャイニージェルなら綺麗にデザインを転写することができました。皆さんがジェルでやってみようと思ったら、まずは自分が持っているジェルで試してみてください。これから買ってみようという方はシャイニージェルを買ってみたらいいと思います。いかがでしたか？日本ではスタンピングネイル用のプレートは100円ショップやインターネットですぐに買うことができますが、専用のジェルやポリッシュを販売しているメーカーは今のところ特にないと思います。なので、専用のものは今のところ海外から個人で輸入するしかないと思います。一部 Amazon から買えるものもあるみたいなので、見つけたものは概要欄にリンクを貼っておきます。参考にしてみてください。個人輸入に抵抗のない方は、概要欄にこちらもいくつかリンクを貼っておきますので、試してみてくださいね。今回の動画が役に立ったら、いいねボタンを押していてください。チャンネル登録がまだの方は、登録もよろしくお願いします。登録ボタンの横のベルボタンを押しておくと、動画が公開された時に通知されます。不定期に公開しているので、ぜひ押しておいてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。